はい、ということで今回も懲りずにミールプレップ動画を撮ってみました。ミールプレップってね、海外だと結構人気のジャンルで、週末に何日か分の作り置きをして平日はそれで乗り切るみたいなスタイルの動画が多いんですよ。今回の私の動画はそういうがっつり作り置きっていうよりは、その日の夜ご飯の下ごしらえとか野菜をすぐ使える状態にしておく、そういうゆるいミールプレップです。相変わらずのね、半袖短パンクオリティなんですけど、もうこれは仕方ないですね。それこそ撮影準備にめちゃくちゃ時間かけてやるとか、構成を練るとか、そういう状態じゃないんですよ。今晩は冷蔵庫にこれがあるからあれを作ろう、そして今時間があるから撮影してみようみたいな、そういう感じだからね。そして今回ね、テロップでいろいろ文句言ってしまったんですけど、夫がね、スマホスタンドを買ってくれたんですよ。前回のクッキングウィズミー動画を見て、その中でスタンドがないからうんぬんかんぬんって言ってたら、次の日速攻でね買ってきてくれて、100均のスタンドなんだけど、それをね使ってみたっていう動画でもあります。100均にねスタンドがあるのは知ってたんだけど、結局ね100均クオリティだから角度の調整が効かなかったり、使い勝手が悪そうで買ってなかったんですよ。夫はね100円だからいいかなと思って買ってきたってさらっと言って用意してくれたんですけど、やっぱねもうちょっと角度の変化がつけられるとよかったんだけど、でも平面で置くにはすごくいいし、今後ね何かの撮影で重宝しそうだなと思います。夫ね結構というかだいぶね私のこの活動を応援してくれていて、一応ね密かな野望としては、夫が今ファイアを目指して頑張ってくれているので、私はこっちの活動で独立して、夫をね従業員みたいな形で雇えるくらいまでいけたらいいなっていうね、壮大なものを考えてはいるんですが、なんか夫はねいつも真っ先に動画見るしね、感想くれるしね、なんか使うものとか紹介するネタとかそういうのを提供してくれるから、本当にありがたいなと思います。それがまたね頑張らないとなっていうモチベーションになっているのかもしれないね。話を戻してね、なんかこの間ボツにしたクッキング ASMR をね作ってみて思ったんだけど、最初のきっかけとしてね、野菜を切る音って結構いいんじゃないかっていうところから始まったんですよ。私もね前も言ってたけど野菜切る音好きだし、料理の ASMR とか好きなんですけど、実際ね木のまな板じゃないけどコンコンっていう包丁の音とかね、葉っぱのパキパキする音とか、キノコ類を切ってる音とかって個人的にはいい感じだなと思ってて、今回撮ってみた中だと、ニンニクと玉ねぎの皮むきが大優勝でしたね。あと新聞紙ガサガサする音ね、あれはすごくいい音だったなと思います。あんな感じでね、余裕があるときはニンニクと玉ねぎの皮を剥いちゃって冷蔵庫保存しておきます。いつもああやってるわけではなくて、そのままね常温で置いてしまってる時もあります。たまにすんごい芽が出ちゃってる時もある。最後のねナスとじゃがいもの下ごしらえも、あれは相当丁寧な時です。普段は常温でキッチンに置きっぱなしにしてます。でもああやって丁寧にね処理してから保存すると冷蔵庫もごちゃつかないし、食材も長持ちするから、本当はああやって丁寧に下ごしらえしないといけないんだけどね。でね、編集してる時に気づいたんだけど、前回のシューマイとほとんど工程が同じでしたね。前回はねシューマイを包むところが撮影できてなくて、今回は餃子を包むところを撮影できそうだったんで撮影してみたので、作業工程としてはあまり変わらなかった。餃子はね我が家でも人気のメニューで、
水餃子もやるし、焼き餃子もよくやりますね。メインで食べるとしたら60個とかね包まないといけないから、そういう時は夫がねサクサク包んでくれます。夫はねアルバイトでそういう作業をしていたことがあって、包むの上手なんですよ。私は独学というかなんとなくでやってるので不揃いです。肉種はねいつもだいたい余るので、ああやって卵とそぼろにして次の日の夫のお弁当になります。で次のパートはね、これまたある日の下ごしらえ工程なんですが、この日はね立派な豚肉のブロック肉が手に入ったので、野菜と一緒にグリル焼きにしました。野菜を下に敷いて、お肉の脂がね染み込むようにして焼きます。これもね完成品すごく美味しかったんだけど、思ったよりね焼くのに時間がかかっちゃって、みんなまだお腹減ったみたいな状態で完成して、ハイエナのようにね焼けたものを食べたので完成品はありません。前回は完成品の写真をね忘れずに撮ったからクッキングウィズミーにしたんだけど、今回はねどっちも完成品の撮影を忘れていて、下ごしらえの様子しか写ってないじゃんっていうことでねミールプレップにしました。いやーね、いつもは言うて音声だからさ、しかも一応台本があるから取れ高としては十分なんだけど、動画はやっぱり編集してみてみたいなところがあるから難しいですね。しかもね豆じゃないから大事なシーンは撮り忘れてたりしてね、素材としてあるけどどうやって動画にまとめようかみたいな試される瞬間も多いですね。まあでもこの番外編もね、今後いろいろ挑戦してみて、我が家のね日常のお裾分けができるといいなと思います。皆さんも我が家はこんなの食べてるよとか、これ作って食べてみてほしいみたいなのがもしあればぜひ教えてください。ということで、見習い主婦ブロガーの独り言ラジオ番外編、懲りずにもっかい突然我が家の晩ご飯でした。しゃっけねーん。